車好きのおじさんの豊田章男は F1 撤退で日本の若者が一番速い車に乗る道筋を閉ざしてしまっていたことを心のどこかでずっと悔やんでいたのだと思います。踏みすぎるとやっぱパワーにいっちゃうじゃないですか。緑色のとこだったら OK です。白に行ったらいけないんだ。うわむずっ。頑張って。トヨタイムズ富川裕太です。今日は富士モータースポーツフォレストにやってきました。ここでこれから GR トヨタガズーレーシングが緊急会見を行うということで、ご覧のように多くの報道陣が集まっています。注目の高さが伺えます。何に注目しているのかというと、このベールに包まれた車に関することです。アンベールされました。どういうことです？ものすごい車が見えましたよ。あ、これで会見が始まるんですね。皆様いかがでしょうか。こちらのハース F1 チームのレーシングカーにはトヨタガズーレーシングのロゴが貼られております。皆様トヨタ F1 復帰と思われた方がいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。私たちトヨタガズーレーシングはハース F1 チームと若手ドライバーなどの人材育成およびハースの車両開発分野における業務提携に合意いたしました。私たちは昨今森蔵こと会長の豊田の思いのもと、レースの現場で車を壊しては直すを繰り返し、プロドライバーからのフィードバックを徹底的に市販車開発へ織り組むドライバーファーストの車作りを行ってまいりました。そこで重要になってくるのが3つの要素、ピープル、パイプライン、そしてプロダクトです。ピープルはドライバーやエンジニア、メカニックの人材育成、そしてパイプラインはデータ解析、活用術、プロダクトは車両の開発でございます。私たちは今回の業務提携を通じてピープルをさらに強化し、ハースが F1 で強みを持つパイプラインを学び、そしてプロダクトの開発へ生かしてまいります。 F1 は世界最高峰のモータースポーツです。 F1 でのドライバー、エンジニア、メカニックの活躍は子どもたちにとって夢、憧れ、目標となります。将来の自動車産業を担う子どもたちにそのような希望を与えることは非常に重要なことだと考えております。そのためにトヨタガズーレーシングはハースとともにドライバー育成プログラムを新設し、世界の頂点を目指すドライバーを育てていくことにしました。また今回チャレンジするのはドライバーだけではありません。 TGR のエンジニア、メカニックも世界最高峰の F1 の舞台にハースの仲間として加わります。F1 レーシングカーの空力開発に参画し、極限の使用環境下を想定したシミュレーション、それからカーボン部品の設計・製造を行います。今回の提携を通じ、ハースが強みを持つデータの活用術、例えばレース中に収集する膨大なデータを世界のさまざまな拠点へ共有し、即座に解析、レースの戦略立案へタイムリーに生かすノウハウなどを学びます。これらは世界最高峰のレースの現場でハースと共に戦うことで初めて培うことのできる技術、知見となります。その先にプロダクト、つまり市販車へ学びをフィードバックできる人材が育つのだと信じております。それでは続きましてハース F1 チームの小松代表にご登壇いただきたいと思います。改めましてハースの小松です。皆さん
お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。本当なんかやっとここに来れたなっていう感じでほっとしておりますけれども、ご存知の方も多いと思いますけれども、ハース F1 チームというのは今年で9年目なんですけども、 F1 グリッドの中で一番若いチームで、規模としても一番ちっちゃいんですね。ちっちゃいチームでも効率よくもうレースチームとしてコアな部分だけにフォーカスしてやってれば、どれぐらいこのねでっかいレッドブルとかメルセデスとかそういう人たちがいる中でどれぐらい戦えるのかっていうのをやってきたんですけども、これ以上行くためにね、もっとグリッドの前の方に行くためにどうしなきゃいけないかっていうと、このまんまじゃいけないんですね。最初話し始めた時はまだなんて言うんでしょうね、ぼんやりしたものしかなかったんですけども、自然に2つの組織オーガナイゼーションの弱いところ強いところをうまくこうミックスしてね、一緒にやれるなっていうのがすごいあったんですね。でこういうやっぱり大きな提携って何よりも前にやっぱりそういう共通の目的に向かって一緒にやっていこうっていうやっぱ尊敬と信頼の関係の上に成り立つものだと思ってるので、それがすごいあったので、これだったらいけるんじゃないかっていうのがありました。僕明夫さんにお会いしてみたかったんですね。やっぱり彼が陣頭を切ってこの素晴らしいね会社をやってきていただいて、その方がどんな人なのかっていうのを実際に会ってみたかったし、それこそカナダグランプリの前ですねお会いしたんですけども、その時に話しても本当に何て言うんだろう、初対面とは思えないと言いますか、もう思いっていうのは本当に一緒なんですね。すごい情熱のある方で、これからどうしていきたい、日本の若い人たちモータースポーツ界にどうやって夢を与えてあげたいっていうのがもうすごくにじみ出てきて、僕がハース F1 チームを通してねどうやってこれからやっていきたいっていうのもすごい共鳴するものがあったんで、これでもうゴーサインですよね。これでやっぱりこういう思いがあって、こういうやっぱ人と人とのことだと思うんですよ。こういう提携って一緒に協力してこれからチームを良くしてって、その中でやっぱり人を育てる、やっぱりはねF1 ってハイテクノロジーで最先端技術でやってますけど、何が重要って人なんですよね。ものを作るシミュレーションソフトウェア作るのもそれを人ですし、それを使うのも人ですし、それ使って同じデータ見ても判断するによってね、人によってね10人十色の判断になるわけですよ。だからそういうところをやっぱり人を重視して育てていこうっていうのは本当お互い思ってるので、それを通して本当にもっと次の世代にね夢を与えられるような戦いができるチームにしたいと思ってます。そういう思いでこの提携しました。明夫さんが登場しました。今日はですね、車好きのモータースポーツファンのみんなのお父さんとして、森蔵として参加します。私はレーシングドライバーではありません。ですが一緒に走ってくれるレーシングドライバーは周りにたくさんいます。レーシングドライバーたちと話していて感じること、それはやっぱりみんな世界一速い車に乗りたいと思っていることです。ドライバーとはそういう生き物なんです。ですが私は F1 を辞めた人、ドライバーたちは私の前でその思いを素直に話すことができなかったんだと思います。そんなわだかまりみたいなものが我々のピットにはずっとありました。普通の車好きのおじさんの豊田章男は F1 撤退で日本の若者が一番速い車に乗る道筋を閉ざしてしまっていたことを心のどこかでずっと悔やんでいたのだと思います。ただ記者の皆さんが目を光らせているのであえて付け足しますが、トヨタの社長としては F1 撤退の決断は間違っていなかったと今でも思っております。小松さんも私も今度は我々が子どもたちに夢を追いかけさせてあげられるお父さんになりたいという気持ちが共有できました。スーパーフォーミュラのドライバーたちはトヨタ勢もホンダ勢もみんな子供の頃からカートに乗って育ってまいりました。彼女らに憧れてカートに乗っている子供たちも全国にたくさんいると思います。そんな子供たちを小松さんたちと一緒にもっと増やしていければと思っております。
小松さん、ハースの皆さん、日本のモータースポーツ界のためにぜひ一緒によろしくお願いいたします。そしてメディアの皆さん、先ほど高橋プレゼントがもありましたが、くれぐれも明日の見出しはトヨタついに F1 復帰ではなく、世界一速い車に自分も乗れるかもしれないと日本の子どもたちが夢を見られるような見出しを、また記事をお願いしたいと思います。これが本日の豊田章男の思いとお願いです。これより皆様からご質問を受けさせていただきたいと思うんですが、トヨタとの提携が日本の F1 ファンにどんなメッセージを出せると思われてますか？なんか世界で僕戦えることやりたかったんですよね。でそれでたまたま見たものが F1 でもうその瞬間にもうこれやりたいと思ったんですよ。でそういう姿勢っていうかそういう夢を与えられたらなって、いろんなところから出てきた人が世界の中で戦ってるそういう姿を見せてれることがね、これからの日本の若い人たちの将来にもつながっていけると思うので、そういうので大きな意味ですごく楽しみにしてます。社長として F1 撤退は正しかったというお話がありますけれども、今振り返られて例えばどういった面で正しかったというふうに思っていらっしゃいますでしょうか？当時はね、もっといい車を作ろうよというよりは、もっと大きな会社にしようよというトヨタ自動車だったような気がします。会社の目的が売上高とか利益とか、そういうところに行ってた会社にああいう活動がですね、あまり適さないということを当時社長として判断いたしましたので、今はもっといい車作り、しかもモータースポーツを起点にしたもっといい車作りという会社に変革してきておりますので、それを担う人が必要なんです。ですからその人をこの14年間っていうか長年ね、長い間モータースポーツに絡ましてこなかったということもありますので、そういう意味で本当にゼロからかもしくはマイナスからかになるかもしれませんが、そういうとこから人づくりから始めるトヨタの決意をぜひともですね応援いただきたいというふうに思います。カナダグランプリ前にお二人が会われてお互いにとって印象的だったことについてちょっと教えていただきたいです。僕初めてお会いした時に本当に今日初めてっていうのが正直なところです。ずっと昔からなんかずっと語ってた人と会えて、ちょっと先の話をしたというところが私のね正直な感覚だと思います。小松さんどうですか？いや本当全く同じです。お会いするまでは豊田会長ね、豊田章男っていうそれしか知らないわけじゃないですか。で実際に本当はどんなイメージでした？イメージは、いやトヨタって僕の中ですごい堅苦しい大きな会社だと思ってたんですよね。さっきおっしゃってましたけど、僕のすごい遠くから見ると辞めた方なわけですよね。で僕なんかはやっぱりなんで辞めるんだよと思ってるわけですよ。やっぱり文化だから文化作っていかなきゃいけないわけじゃないですか。それなのに日本のメーカーっていうのはね、行ったり来たり行ったり来たりしてるからね、そういうことは本当にやめてほしいっていう話もしたんですけどもでもそういうことを初対面で話せちゃう、本当に心から本心で打ち解けてね、なんでこういうことやったんですかって素直に疑問を持って話せる、そんな感じだったんですよね。ありえないですよね。本当にこういう出会いがあってよかったなと思って、それはもうそういう出会いがあったらあとはもう最大限に生かすしかないですよね。生かさないとダメですよね。世界で戦う人だからゆえにね、何か共感するものがあったんじゃないのかなと、そのケミストリーがあったというかね初めて会ったのに初めて会ったと思えない、それは私だけが思ってるわけじゃなくて小松さんご本人もそう思われた、そんなものにぜひともですね今後期待いただきたいというふうに思います。小松さんこれだけのために今日帰ってこられてますから、小松さんにとってはきっと地球は私が思っているよりも小さいのかもしれません、ですからやはり同じ地球の中でね、やってるわけですから、ぜひともその世の中すぐね、対立とか分断とかいうことを言いますけども、みんなで協力して、みんなで未来作ろうよというね、ところモータースポーツの世界にも必要だというふうに思っておりますので、ぜひとも皆様方からの応援ご支援よろしくお願いをしたいなというふうに思います。
富士スピードウェイにやってきました。今日お伝えするのはですね、いつものスーパー耐久ではなくてエコカーカップという速さを競うのではなくて燃費とスピード両方が大事になってくるレースを取材いたします。で、どういうレースなのかいまいちよくわからないので、今回はですね FCEV 未来とクラウンのチーフエンジニアである清水さんにいろいろ教えていただきながら、取材進めてまいります。よろしくお願いします。エコカーカップというのがあるんですね。あります。僕らも初めて知ったんですけど、実はだけどはいありましたね。だから燃費も良くてタイムも速いわけではないタイムを3分15秒っていう決められたタイムよりは速く走っちゃいけません。いけないんだ。いけません、はい、かついい燃費を叩き出さなきゃいけない。普通レースって言ったらとにかく速く走ることが目的だと思うんですけど、はい、これは違くって決められたタイムの中でいかにいい燃費を出すかっていうレースになってますね。つまりは普通のレースとは違ってライセンスが必要がない。誰でも参加できます。楽しめるということは僕も出られる。出られます出られますということですよね。そうです。ということで今日清水さんたちは清水さんたちでチーム参加されるので、我々ははいトヨタイムズチームとして参加させていただきたいと思っております。ぜひいろいろちょっと乗っていただいて一緒に教えていただきながらレースを参加させていただきます。了解でございます。よろしくお願いします。2010年から始まったエコカーカップ、今回が29回目の開催となります。参加資格は普通自動車免許の所持のみ。普段街中で走っている車で参戦できるんです。最も敷居の低いレースというものを目指して、始めました。でもそのおかげで、みんな笑顔になってますね。最初はすごい台数がなかなか集まらなくて苦労した時期もあったんですけども、この十数年かけてここまで大きくすることができました。どんな方でもまずさっき言ったように来てもらって車で走ることを楽しんでもらうということがまず一番重要かなということで、どんな車でも燃費を良くするために、努力して走ってもらうというのを競技のテーマとして掲げればすごい楽しいレースができるんじゃないかなということで、やってみます。こちらがエコカーカップの基本的なルールです。トヨタイムズチームが参加する3時間耐久レースでは基準タイムとして1周3分15秒を目指して走ります。これより速く走るとペナルティーです。ピットインは5回以上、コドライバーとの同乗が必須です。これらのルールの中で安全にいかに速く、そしていかに燃費よく走るかで総合順位が決まります。クラスはハイブリッドやガソリンなど5つに分かれていますが、レースは一斉に行われます。 FCEV クラスは今回初めて設けられました。トヨタイムズチームも未来で参戦します。今日は練習用の車両に乗って、とりあえずまだ僕走ったことないんで一回走ってまいります。だいたい感覚をつかんできますね。行ってきます。やるからにはね、優勝したいんでね。レースの前日には参加者による練習走行がありました。これまで何度も取材してきた富士スピードウェイのレーシングコースを自分が走れるなんて感動です。さっきより7秒早いです。今3分です、期間。あと15秒でこう。ちょうどいい。ちょっと遅いです。遅い。はい。今は今3分20です。21、22、23、24、25、26、27。よし、もう一回やろう。はい、行きましょう。今度は見えるぞ。コースは全長およそ 4.5 キロ、大小17のコーナーがあります。
は我慢して登っていく。同乗するコドライバーは周囲の安全確認と1周3分15秒のペース管理が主な役割。ドライバーはアドバイスをもとに燃費を気にしながら運転をします。あと15秒です。15秒。15秒。8、9、10、11、早い。13、14、15、あ、ぴったり大丈夫です。マジで？今のでぴったりです。前より早いとペナルティになっちゃいます。むずっ。なるほどね。大体分かったよ。でも。はい。翌日、いよいよエコカーカップの予選です。今回参加した車は全部で79台。練習走行とは違い、他の車との駆け引きも重要になってきます。出発行ってきます。予選は20分間のタイムアタックです。燃費は関係なく1周3分15秒にどれだけ近づけるかが勝負。この結果で決勝のスターティンググリッドが決まります。3、2、1。ちょっと遅いか。3分17秒01です。15、14、13。あ、早いか。11。そうですね、早いですね。10秒早いですね。3、2、1。うわ、どうだろう。どうだ。大丈夫。来た。すごい。3分15秒1。この時の正式記録はなんと3分15秒230。かなりいい結果が出ましたよ。あ、これ3.23。大きい。上出来ですか？上出来ですか？いやでもね、やっぱり相手が多いと難しい。行きたいところで行けなかったりするんで。よし、いい位置取れました。かなり。よし、多分頑張りましょう。3分15秒バーッと見た中で10台ぐらいは出てるから、多分10位以内には入れてる。20分間の練習走行をもとにチームのメンバーと作戦会議。決勝のスタートはドライバーとして私富川が、そしてコドライバーとして清水さんが乗ります。車内にはコースの目標ラップタイムを用意して準備は万端。本気でトップを狙いますよ。清水さん、よし。3分15秒230、完璧なタイムですかなりいいタイムだったと思うんですけど、ないんですけど車が車がない。こんぐらい、僕だって4番手とか5番手ぐらいにいるはずじゃないですか。というかルール知ってますよね。ルール本番のルールは知ってます。予選のルール。予選のルール、タイムに近い方がいいんですよね。15秒。3分15秒に近いのがいいんですけど、一瞬でも超えたらダメですよ。あれ、予選もダメなんですか？ダメです。超えた瞬間にペナルティーもらえますよ。マジですか？僕何秒出したんですか？3分4秒。だってぶっちぎりじゃないですか。多分ぶっちぎりでタイムは早いんですけど。じゃあぶっちぎり入賞ってことですか？そうです。ペナルティーで。ペナルティーなの？嘘。ちょっと行きましょう。目で見、確かめながら信じられない。あれ？お恥ずかしながら
私たちのチームは1周3分15秒より早く着くとペナルティーとなる予選のルールを見逃していまして、結果ペナルティーのタイムが加算され、予選タイムはなんと3分27秒021とかなり遅い結果となりました。まだ見えないトヨタイムズチームの車はどこにあるのかというと、何やる一番後ろだ。マジで本当ですか、清水さん。でもある意味ポールでしょ。お、ありがとうございます。まさかの一番後ろ。ここにこれが我々トヨタイムズチームの車です。見てください、後ろ綺麗な富士山しかない。ある意味ポールでしょ。これ富士山と一緒に撮るんだったら一番いい場所ですよね、これ。全体で最下位79位からのスタートです。もう前を見るしかありませんよ。よし、行きましょう。清水さん、いよいよエコガーカップ本番ですけれども。本番ですね。コツはありますか？コツはまあやっぱ最後が上りセクションで、どうしても燃費が落ちちゃうので、そこまでが割と下りばっかなので、そこでいかにこのアクセルを踏みすぎず速度を上げて早くここですよね、回っていくか。やっぱこの上り区間がどうしても燃費悪くなっちゃうんで、ここは慎重に踏んでいくみたいな。了解です。1周目でその感覚を教えてもらいながらっていうことですね。はい。ただ前が78台いますからね。そうなんですよ。これ難しいですね。気持ちよく飛ばせないですもんね。これ、飛ばそうと思っても飛ばせない。エコカーカップ決勝3時間耐久レースが始まりました。すごい音だな。ねえ。車間距離も十分とって安全運転です。するとまさかのあーとか言ってますよ。なんだセーフティーでいきましょう。はい。黄色が出てるんでなんか起きてます。ああ、もう追い抜かしちゃいけないやつですね。第1コーナーでクラッシュ。クラッシュですね。はい。いきなりのトラブルです。スタート直後は車が密集しているためアクシデントが起きやすいそうです。こういう時一番後ろいいですね。そうですね。イエローフラッグつけてるので追い越したんで。追い越し禁止です。追い越し禁止です。はい。2台ね。あ、本当だ。あららら。あららら。ああ、もう本当だ。かわいそすぎる。かわいそすぎる。あらららですね。クリスさん何？またぶつかった。なんでしょう。あ、ぶつかってる。あ、これもだ。気をつけてください。気をつけてください。また黄色だからこれは抜いちゃいけない。これでも5台抜いたことになりますね。そうです。さてここからが本当のレーススタートです。今だからメーターにパワーインジケーターがあるじゃないですか。で踏みすぎるとやっぱパワーにいっちゃうじゃないですか。これ緑色のとこだったら OK ですね。白に行ったらいけないんだ。いけないというかなるだけ入れない方がいいですよ。うわむずっこれはだいたいここ100から115キロぐらいの間で走ってました。はい。ちょっとアクセル惰性で走ろうとした時にアクセル全部離しちゃうと、回生ブレーキがかかっちゃうんで。ああ、なるほど。ちょい離すと今の青にチャージって入っちゃってるんですか。あ、これダメなんだ。ちょっと踏むと緑か青に行かないぐらいのところで。うわ、それ見てらんないな、なかなか。清水さんに教えてもらいながら燃費よく1周3分15秒を目指します。15って本当難しいですね。
この後およそ30分間走行してレース順位は FCEV クラス1位まで上げました。ドライバー交代まで残り1周。早いか。早いな。早いな。ペナルティーだ。じゃあ次でピットインですかね。ピットインします。最後にやっちゃった。ごめん。お疲れ様です。頑張ります。頑張って。使っていいよ。あ、いいよ。先に出るよ。絶対に先に出るよ。絶対に先に出るよ。よし。頑張れ。OK です。60キロ未満です。はい。今のうちに合わせてくださって大丈夫です。やっぱりか。16秒台。ナイスラン。ありがとうございます。ナイスラン。いや清水さんのおかげで。いやとんでもない。清水さん総評まだ僕が終わったばっかりですけど。お願いします。いいんじゃないですか。でもなんかうちのチームが負けてるから情けないなと思って。燃費でも勝って順位でも勝ってますね今。頑張ります。僕はもう取り返し挽回しますんで。アンカーを務められるということで、アンカーは僕もう一回やるんで一緒に走れると思うんで。そうですね。はい。じゃあ勝負で。またよろしくお願いします。今度は気持ちよくお互い高め合って頑張りましょう。はい。いや楽しいですね。楽しい。今回のエコカーカップ、初めて設けられた FCEV クラスには1時間耐久レースも合わせて9チームが参加しました。でせっかく燃料電池車買ったんで、ぜひ出たいと思って、うちは家族で来てるので、そういう意味で非常にありがたいです。ねえ、お子さんはまだ免許持ってない？もう高2なんで持ってないんですけど、さっきピットクルーをやった。すごいいいですね、家族で。もうこのエコカーカップっていう、燃費っていうのが大事になるレースっていうのはどう受け止められます？いややっぱりこれからカーボンニュートラルがすごく大事ですので、そういった意味ではもうやっぱりそういう燃費だとかですね、地球に優しいそういうレースっていうのがすごくいいなと思います。今日は運転もされるんですか？はい、運転します。目標は？目標ですか？安全運転。一番ですよね。またピットにはこんな場所も。さあ何があるの？ピザ窯、水素ピザ窯が来てます。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。これまでトヨタイムズでもお伝えしてきた水素の石窯で作るピザ。今回は参加者のために100枚を焼きました。いただきます。水素で焼いたピザのお味はどうですか？最高です。うわ、ありがとうございます。エコカーカップに参加されてる中でこの水素ピザ窯のピザを食べるっていうのはいかがですか？なんていうんですか、テクノロジーの進化を感じます。めっちゃうまいです。水蒸気で焼いてることになるんですけど、全然でも生地はどうですか？生地めちゃくちゃもちもちで美味しいです。いいですか。どうですか、お客さんの声は？そうですね、皆さんやっぱ美味しいって言っていただいたり、水素こういう使い方もできるんですねっていうお声をいただいてるので、なるほどね。レースの場で皆さんに水素を使った食事提供っていうのをちょっと楽しんでもらいたいなと思って、今回こういう形でご用意しました。エコカーカップと相性がいいですね。そうですね、未来もエコカーカップ走ってますんで、同じ水素を使う、ものということで、相性はいいと思います。さてレースはというと、途中で雨に降られることはありましたが、トヨタイムズチームは順調に4回のドライバー交代を行いました。燃費やペナルティによるポイントの加算はレースが終わらないと決まらないので総合順位は分かりませんが、少なくともレース順位は1位をキープしました。
チームのみんながつないでくれたたすきをしっかりとゴールまで運びます。エコな運びをします。レースがスタートしてから3時間、アンカーとして走り抜きました。どうしたやっぱりエコを気にするとタイムは難しくなるし、タイムを気にしてるとまたエコがダメになるしっていう、すっごく奥が深くて、で車となんかこうそんなに向き合うことってあるのかなって思うぐらい向き合いながらも、あとはこう助けをつなぐっていう仲間のタイムも気にしながら走るっていうのがすごく楽しかったですね。だからこうやってレースの楽しさをみんな味わえるのがエコカーカップで、しかも走り終わった後にスイスのピザ窯のピザが食べられる最高ですね。いやー楽しかったです。お疲れ様でした。レース順位ではクラス1位でしたが、総合順位はカーナンバー104番トヨタイム。いいじゃない5位。燃費成績と5回のペナルティー、何よりも予選最下位の結果が大きく響き、総合順位は5位でした。5位です。エコカーカップは年に2回行われていて、次の開催予定は来年の2月です。このエコカーカップは将来的にはどういう姿を目指しているんでしょうか。はい、そうですね、またこれからも引き続きもう一番富士スピードウェイで参加しやすいレース、アマチュアのレーサーだけとかではなく、もうどんな方でも一般の方がサーキットに足を運んでもらえるきっかけになって、自動車を運転することを楽しむということを体験していただけるようなイベントになっていければと思います。